皆さんこんにちは。お出かけわんこ時々にゃんこチャンネルです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。これまで子猫にスポットを当てた動画は多かったんですけれども、スーちゃんを取り上げた動画はそう多くありませんでした。スーちゃんへのコメントなどを見てもとても心温まるものが多いのと、スーちゃんの動画を見たいというお声をいただきましたので、今回動画にさせていただきました。スーちゃんの魅力が伝わるよう、スーちゃんの野良時代のこと、家猫になってから変化してきたことや、これまで分かってきたことなどをお話しさせていただきたいなと思います。今回はスーちゃんにフォーカスした動画となっており、スーちゃんのことだけをお話しさせていただきます。よろしければ最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは始めさせていただきます。すずちゃんのプロフィールになります。奮闘記のボリューム1でも、紹介させていただいたんですけれども、一応ここでも、アップデートといいますか、スーちゃんのプロフィールをご紹介させていただきたいなと思います。で、名前はすずですね。で、お母さん猫です。で、年齢は推定1歳8ヶ月ですね。で、女の子で、毛色なんですけど、私もそんな猫、まだ初心者で詳しくないんですけども、茶白っていうんですかね、この、本当に茶色と白2色。で、この額の部分が、漢字の8に似ているので、8割れっていうんですかね。ちょっと私も詳しくはわからないんですけど、もし、正しいこの毛色の、種別がわかる方いらっしゃいましたら、コメントでいただければ助かります。で、出産歴なんですけども、これまで、すーちゃんは、2回出産してまして、で、1回目、これ推定6ヶ月ぐらいの時っていうことなんですけども、4匹産んでまして、で、2回目、これが、推定、1歳ぐらいの時に5匹ということですね。これは近所に、あのすーちゃん一家をですね、こうずーっとこう見ていた方がいらっしゃいまして、で、その方結局今回すーちゃん一家を全員保護した時に、2匹、おぼろっていう子と、きなこっていう子を、奮闘記のボリューム2で、紹介させていただいたんですけども、その子を引き取ってくださった里親さんなんですね。で、その方のお宅の裏手に、マンションがありまして、そのマンションの軒下っていうんですかね、そのベランダの下、雨がかからないところで、すずちゃん一家が、寝泊まりというか、そこで、暮らしていたというところで、そこを、ずっと、すーちゃんがちっちゃい頃から、見てた方が言うには、すーちゃんの年齢とか、出産も、2回目ということで、1回目に4匹すーちゃん産んだんですけれども、その中の1匹は今回、すーちゃん一家、保護した時に子猫、6匹だったんですけども、そのうちの1匹で、大福っていう子がいたんですね。奮闘記のボリューム2でも紹介させていただいた、その大福が、今里親さんに引き取っていただいてる子なんですけれども、その子が、その最初の4匹のうちの1匹と、で、2匹はどうやら保健所の方になんか連れて行かれたっていうことみたいなんですね。ちょっと私詳しくも知らないんですけども、保健所の方に連れて行かれたと。で、あと1匹いるんですけども、その子が実はまだ、近所にいる可能性があってですね、うちにも、2回ぐらいですかね。すーちゃんたちまだ野良猫時代にご飯あげてた時に、2回ぐらい来ましたね。なんかすーちゃんが呼んできた感じで、2回ぐらい来まして、で、あれいつだろうな、10月の
末ですね、10月末に近所を歩いてるのを最後に見ましたね。で、それからはちょっと見てないんですけれども、もう見た目は、もうすずちゃんそっくり、もう生き写しって感じで、ちょっと茶色の色がちょっと濃いんですけども、本当にすずちゃんそっくりですね。時々見間違えるぐらいというか、その家に来てた時に見間違えるぐらい、ちょっと似ていましたね。おそらく男の子だと思うんですけれども、ちょっと最近見かけないんでね、もしかしたら西側のブロックに、猫屋敷が、2軒ほどありまして、もしかしたらそこの猫たちとこう、一緒にいるというか、その辺りにいるのかなっていう気もしてるんですけども、ちょっとチャンスがあればですね、その子も保護したいなっていうふうには考えてます。ちょっとね、最近見かけないんで心配なんですけれども、その子を保護すれば、すーちゃんの子供全員保護することになりますので、チャンスがあったらちょっと保護したいなっていうふうに考えていますね。はい。で、すーちゃんのプロフィールは、こういった感じですね。次は、すずちゃんの野良時代のお話です。出会った頃なんですけれども、見た目で言うと、体型は痩せており、あばら骨が見えるほど、ガリガリでしたね。結構顔もすっきりして、かなり、スリムで、細長いようなイメージでしたね。で、ここが大きく変わったところだと思うんですけども、もう野良猫時代は、当然といえば当然なんですけども、目つきもすごい鋭くてですね、怖いなーっていう印象でした。で、やっぱり常にこう警戒して周りを、気にしてるような感じでしたね。野良猫なんで、当然といえば当然なんですけども、気が張ってるような感じでしたね。で、そんなにすずちゃんって泣かないんですけども、今も家でもほぼ泣かないんですけども、野良猫時代は、唯一泣くとしたら、ご飯をですね、あの、最初ってすずちゃんが、出会った頃ってすずちゃんが、最初にこう、ご飯を食べて、で、しばらくすると、すずちゃんがどっか行くんですね。そのどこかに行く時に、なんか結構のぶとくて、割と低音なボイスと言いますか。声の声域で言うと、アルトぐらいの、低い感じで、すーちゃんが、こう、っていうような鳴き声で、どこかに行くんですね。で、その泣きながらどっか行って、しばらくすると、子猫たち全員引き連れてくるみたいな。そういう時に、泣いてましたね。結構低い声ですね。かなり。で、野良時代で、しばらくしてからですね、やっぱりご飯も、食べれるのと、あとは、その時に、地域猫として、町内で育てていこうっていう風に、計画はしていたので、結構周りで、すーちゃんたち一家に、ご飯をあげるっていうお宅が、何軒かありまして、もうすーちゃんたち一家が、もうみるみる、ふっくらしてきて、で、子供たちも結構大きくなったりっていう感じで、もう本当に出会った頃とは全く印象が変わるような、もう本当に丸々、してきて、ちょっと食べさせすぎかなっていう感じの、最終的に保護した時に、獣医師さんに
ちょっと太りすぎっていう風に言われたので、ちょっとご近所さんで、私も含め、ちょっとご飯あげすぎたかなっていう感じで、ふっくらしてきましたね。で、目つきは、依然こう鋭い印象ですね。やっぱり慣れてはきて、だんだん距離感もこう短くはなってきたんですけども、目つきだけはやっぱり鋭い感じでしたね。で、その中でもこう警戒心はちょっと薄れて、で、庭のウッドデッキでこうくつろいだりとか、なかなか乳離れできてなかったので、こう授乳したりとか、そういった感じで、結構こう、距離感はすごい短くなったなっていう感じでしたね。はい。もうすごいくつろいでくれてましたね、最後の方とかは。スーちゃんの受け入れの時の、懸念事項ということで、奮闘記の、ボリューム1で、スーちゃん一家を受け入れると、決心したっていう風に、言ってるんですけれども、実際には、そう簡単には、決断できなかったんですね。ちょっと時間はかかったんです、決断までの。というのは、やはり区役所の方にいろいろお話聞いたりとかしていて、その時にこうお話聞いたんですけれども、やはり野良猫はですね、ご存知の方も多いかと思うんですけども、子猫の時であれば割と人慣れも、保護した後に人慣れも早くてですね、割とこう懐いてくれるということなんですけども、それが大人になると、性病は、結構人慣れにも時間が、かかってですね、難しいというふうに、お話を聞きまして、ここでちょっとね、私も猫を飼ったことない素人なので、ちょっと一瞬迷いがこう生じましたね。決心したんだけれども、ちょっと迷いっていうのがここで出てしまいました。で、これと同時に、まあ、野良猫は、こう、愛情を注いでも、やっぱり、野良猫ということで、こう、懐かないかもしれないと。その可能性もあるというお話を聞きましたね。で、知り合いにもですね、保護猫をもう4年ぐらい飼ってるんですけども、2匹のうちの1匹は結構懐いてるんですけども、もう1匹はやっぱり4年経っても未だにこうシャーって言われたりとか、こう猫パンチを食らったりとか、結構、なかなか時間経っても懐いてくれない子もいると。そういう話を聞いたりもしたので、ここはかなりね、迷いが生じたというか、ちょっと、ひるんだというか、一瞬、大丈夫かなみたいな感じになりましたね。で、もしかしたら最後まで懐かないかもしれないっていう風に、言われてしまいました。で、そういったネガティブなお話を、聞いて一瞬こうひるんだんですけれども、そこでですね、一度立ち止まって、すずちゃんを保護する、本来の目的っていうのをちょっと思い出してみたというか、考え直しました。で、そもそもすずちゃんを保護する目的っていうのは、すずちゃんが安心安全な場所で暮らせて、かつ、食べ物にも困らないと。それがすーちゃんを保護する目的であって、そのすーちゃんが懐いたりとか、あとその膝の上に乗ってきたりとか、もうスリスリしてきたりとか、そういったことはしては欲しいですけれども、それはもう私たち人間の願望であって、すーちゃん自体はもうあんまり、そういったことは関係ないというか、そこは目的じゃないっていうふうに思いました。で、この先ですね、ずっとシャーされたり、猫パンチされても、もういいかなと。で、最悪最後まで懐かなくても、
もういいかなと。あの、目的はもうすーちゃんが安心して暮らせる環境や困らないだけの、食事を、提供するだけでいいかなと、最悪ですね。懐いてくれたらそれは嬉しいですけども、もう、この先、シャアはですね、すーちゃんの、挨拶で、猫パンチはもうハイタッチしてくれてるんだなという風に思うようにするっていう風に考えるようにします。でですね、そう思いつつですね、すーちゃんたち家族を、もう受け入れるっていう、決断が、できたっていう風に、至ったということですね。そこまでちょっと一瞬迷いが生じてしまったんですけれども、なんとか、考え直すことができて、一大決心ができたということです。次にすーちゃんの性格なんですけれども、まず警戒心が強いですね。今もやはりだいぶのんびりはしてきてくれてますけれども、野良自体は特に警戒心が強かったんですけど、今もやはりその名残で、ご飯食べている時とか、やっぱちょっとこう、私とかがこう見てると、ちょっとこう警戒しながら食べてる感じはありますね。で、すーちゃんやっぱ真面目ですね。もう、なんでしょう、もう、まだ警戒心からそうなってないのかわからないですけども、暴れたりとかもしないですし、常にこう、いい子して、寝てたりとか、おっちんしてたりとか、なんかそういう感じで、なんかもう真面目さがもう滲み出てますね、すーちゃん。で、優しいですね。もうとにかく子供たちのことを最優先にするというか、特にご飯食べて、すーちゃん若干やっぱり警戒しながらなんで、ちょっとこう遅いんですよね、子供たちに比べて。すーちゃんの方が若干量は多いんですけど、ちょっと食べるのが遅くて、だいたいすーちゃんがそうですね、多い時10粒ぐらいで、少ない時は2、3粒ですけども、こう、残してる時に、琥珀とか、雅とか、三つ葉とかこう寄ってくるんですけど、その時にもう寄ってきたら、もうさっとこう、どいて、で、子供たちに残りをこう、食べさすというか、そういう感じで、もうとにかくなんか子供を最優先で、本当に優しいなっていう風に思いますね。で、あとのんびり屋。これはもう見た目というか、なんかこう一人で、ゆっくりできる時とかは、例えばベッド一人でこう寝てたりとか、そういった時はもうなんかのんびりした感じで、なんかほんと子供のような、その時は子供に帰ったような表情するんですけど、なんかのんびりしてるような感じで、普段からもこうのんびりしてるような感じですね。暴れることもなく。で、これも警戒心から来てんのかわからないですけども、控えめですね。なんか、ちょっとこう、控えた感じで、時々こう見てると、なんか、いいんですかみたいな感じの表情に見えるんですよね。なんか、控えめな感じに見えますね。で、やはりこれも先ほどのご飯の時と一緒なんですけど、こう、自己犠牲。もう自分はいいから、なんかもう子供たちにこうやったってくださいみたいな、そんな感じに見えたりしますね。本当に自己犠牲っていう風にこう見えますね。なんか無償の愛というか、本当になんか私はいいんで、子供たちやってあげてくださいみたいな、なんかそんな感じに見えますね。今後のすずちゃんとの向き合い方なんですけれども、変わらず今まで通り安心安全な環境と食事を提供すると。で、おやつやチュールを使って距離を縮めていくと。先ほど、最悪すーちゃんがもう懐いてくれなくても、仕方ないかなというふうに考えているというふうに話したんですけども、ただ諦めてるわけではありませんので、あまりストレスをかけないように気長にやっていこうかなと思います。
で、これ視聴者の方にアドバイスいただいたんですけども、こ声掛けするのがいいという風に、教えていただいたので、今やってるんですけども、毎日すずちゃんに名前を呼んだりと、声をかけていくっていう感じです。ある程度一定の距離を保った状態、あんまり近く行き過ぎるとストレスをかけてしまいますので、声掛けをしていくということを今続けています。で、あとは、三葉や琥珀を交えてですね、接していくという形で、ちょっとずつですけれども、すーちゃんに、近づいていこうかなと。もう、とにかくストレスだけは、かけないように注意して、やっていこうかなっていうふうに考えています。本日の動画は以上となります。今後もこのチャンネルではすーちゃん家族の成長する姿の動画をアップしていきます。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。